はい、こんばんは。今回は、画面のような、ローポリのクマを作っていきたいと思います。メインの、操作は、拡大、回転で1移動。基本的な操作3つで、このように作っていきたいと思いますので、簡単に作っていただけると思いますので、ぜひ最後まで見ていただいて、一緒に作っていただけたら嬉しいです。はい、それでは早速作っていきましょう。はい、それではローポリで、二頭身のクマを作っていきたいと思います。はい、まず N キーでサイドバー表示出していただいて、ビュータブから、焦点距離を 100mm に変えていただくと私のビューポート表示と同じになるので、行っていただければと思います。で、サイドバーの表示をアイテムタブに戻していただいて、でカメラは、邪魔になってしまうので H キーで非表示にしていただければと思います。で、ライトは一旦X キーで削除しておいてください。はい、この立方体を使って、顔ですね。顔の方を作っていきたいと思いますので、GZ キーで一旦上に上げといてください。はい、で、そうしましたら、タブキーで編集モードに移っていただいて、で、コントロール R で、このように横方向に、ループカットを1本入れてください。で、スライド状態になりましたら、右クリックで位置をリセットしてください。はい、そうしましたら、キーボード3番で面選択モードに移行していただいて、こちらですね、前面の、下半分の面を選択していただければと思います。はい、そうしましたら、点キー3番でライトビューに移っていただいて、E キーで、約1メートルですね、1メートル弱ほど、このように押し出していただければと思います。はい、ここで、サブディビジョンサーフェスを使って、微調整していきたいと思いますので、モディファイアプロパティからモディファイアを追加、サブディビジョンサーフェスを選択してください。どちらもレベル数は1にしておいてください。一旦天気1番でフロントビューに移っていただいて、SX キーで、少しだけ、補足していただければと思います。はい、顔の方はこれで良さそうなので、次は耳を作っていきたいと思います。オブジェクトモードに戻っていただいて、で、Shift A から、メッシュ立方体を出してください。で、出していただきましたら、タブキーで編集モードに移っていただいて、で、キーボード3番で面選択モードであることを確認していただいたら、前面の面を選択してください。はい、そうしましたら、I キーでこのように一回りほど小さくなるように面を挿入していただいて、で E キーでこのように少しだけ内側に押し出していただければと思います。はい。で、押し出していただきましたら、点キー3番で、ライトビューに移っていただいて、A キーで全選択を行ってください。で、さらに SY キーで、このように、薄くしていただければと思います。で、薄くしていただきましたら、一旦、オブジェクトモードに戻っていただいて、モディファイアを追加から、サブディビジョンサーフェスをかけてください。で、どちらも1にしておいてください。で、かけていただきましたら、もう一度タブキーで編集モードに移っていただいて、耳の、中ほどの面を1枚選択していただいて、GY キーでもう少し、奥に押し込んでいただいて、このように、メリハリをつけるようにしていただければと思います。で、くぼみが、ある程度強くなりましたら、これで耳の完成としたいと思います。で、天気1番でフロントビューに移っていただきましたら、G キーで、だいたい耳あたりに、持ってきていただいて、で、S キーで縮めていただきましたら、で、少し縦長にしていきたいと思いますので、SX キーで、このようにほんの少し、縦長になるように、縮めていただければと思います。で、そうしましたら、R キーで、ほんの少し傾けていただいて、で、S キーで微調整していきたいと思います。ちょっと厚くしておきたいと思いましたので、SY キーで、はい、このように、分厚くしていただければと思います。で、GY キーで移動していただいて、ちょうどこの辺の線ですね。切れ目のあたりに、配置していただければと思います。
はい。で、そうしましたら、ミラーの方をかけていきたいと思いますので、モディファイアを追加から、ミラーを選択してください。で、ミラーオブジェクトを、顔のキューブにしていただいて、で、このように右耳も、生成できるようにしておいてください。はい。さらに今度は、目の方を作っていきたいと思いますので、Shift A からメッシュ UV キーを出してください。で、今の状態ですとちょっと、細かすぎますので、セグメントとリンクをドラッグで、このように選択していただいて、でどちらも8になるように8と入力していただければと思います。でそうしましたら、RX90 度と入力していただいて、90度傾けていただければと思います。で GY キーで前に持ってきていただいて、で天気1番でフロントビューにしていただいたら、G キーで目のあたりに持ってきてください。で、持ってきていただきましたら S キーでこのように縮めていただいて、で、G キーで微調整していただければと思います。で、モディファイアを追加でミラーを追加していただいて、右耳も生成できるようにしてください。で、ミラーオブジェクトはこのポイントのマークをクリックしていただいて、キューブの方を選択していただければと思います。で、GY キーで、顔に埋まるように、このように、移動していただければと思います。で少し顔が長いような気がしましたので、顔の方を選択していただいて、SY キーで、ほんの少しモデル薄くしていただければと思います。で、目の方は、選択していただいて、GY キーで位置調整を行っていただければと思います。はい、さらに鼻を作っていきたいと思いますので、Shift A からメッシュ UV キーを出していただいて、セグメントとリングが8であることを確認しておいてください。でそうしましたら RX90 度入力していただいて、このように傾けてください。で天気1番でフロントビューに移っていただいて、SZ で、このように潰していただいて、横長になるようにしていただければと思います。はい、押し潰していただきましたら、一旦 GY キーで前の方に持ってきていただいて、で平べったくなってしまっているので、SY キーでこのように奥行きを潰していただければと思います。はい、もう一度天気1番でフロントビューに戻っていただいて、GZ キーで、だいたい鼻あたりに来るようにしていただければと思います。でそうしましたら S キーでこのように、縮めていただいて、こんな感じの見た目になるようにしていただければと思います。でさらに、GY キーで顔本体にくっつくようにしていただければと思います。はい、ほんの少し前面の方が埋まってしまっているので、RX キーで、前面側が見えるように回転していただければと思います。はい、そうしましたらボディの方を作っていきたいと思いますので、一旦顔のバツ全部選択していただいて、GZ キーで上の方に持ち上げといてください。はい、そうしましたら Shift A でメッシュ立方体を出していただいて、で、モディファイアを追加していただきますが、サブディビジョンサーフェスを選択してください。で、どちらも2にしていただければと思います。で、そうしましたら、天気1番でフロントビューにしていただいて、S キーで一回りほど大きくしてください。で、GZ キーで、顔の真下に来るように、このように持ち上げていただいて、二頭身ではあるんですけれども、体よりもう少し体の方が、二頭身ではあるんですけれど、体の方がもう少し大きくしておきたいので、S キーで大きくしておきます。はい、こんな形になっていれば、大丈夫です。はい、さらに、手と足をつけていきたいと思いますので、体の立方体を選択していただいて、天気1番で見ながら、Shift D でこのように複製していただいて、左腕のあたりに持ってきていただければと思います。で、S Shift X でこのように、補足していただきまして、で、G キーで少し移動してください。で、さらに SX キーで長さも少し短くしていただいて、
で、これぐらいにしていただきましたら、R キーで右回転ですね。少し右回転していただいて、G キーで、ちょうど、腕の位置に来るようにしていただければと思います。はい、さらに、ミラーをかけておきたいと思いますので、モディファイアを追加からミラーを選択してください。で、ミラーオブジェクトは、スポイトのマークをクリックした後、ボディの方を選択していただければと思います。はい、さらにこの腕を、足にしておきたいと思いますので、点キー3番で、ライトビューにしていただいた後、Shift D で、このように複製していただいて、で、Z キーで下に下げてください。で、フロントビューにしていただきましたら、RZ-90 と入力していただいて、リポーターがこっちを向くようにしていただければと思います。で、GX キーで、このように内側に寄せて足のように配置していただければと思います。でちょっと、足の付け根あたりが、後ろすぎますので GY キーでこのように前の方に持ってきていただければと思います。はい、これでモデリングの方終わりですので、レンダープレビューに移ってレンダリングの準備していきたいと思います。一旦 Shift A からメッシュ平面を出していただいて、でそうしましたら、で平面に対してクマが結構大きいと感じますので、平面以外をすべて選択していただきましたら、S キーで縮めていただいて、平面と比べて、このように、結構小さい見た目になるようにしていただければと思います。でさらに平面を選択していただきましたら、S キー30倍で、このように拡大していただければと思います。でさらに、Z キー長押しでレンダープレビューに移っていただいて、で今、暗いですので、Shift A から、ライトを選択していただいて、ポイントを追加してください。で GZ キーで上に上げていただきまして、点キー7番でトップビューにしていただいて、さらに移動していただいて、右前から、ライトが当たるようにしていただければと思います。で、ライトのオブジェクトデータプロパティから、パワーを 100W に変えていただければと思います。ちょっと明るすぎるなと感じた場合は、G キーで少し離していただいて、高さも変えていただければと思います。で、ここでレンダープロパティの方をいじっていきたいと思いますので、レンダープロパティを開いていただいて、アンビエントオクルージョンブルームにチェック入れていただいて、で、スクリーンスペース反射、で、影を、立方体サイズとカスケードサイズをどちらも4096ピクセルにしていただいて、で、こうビート振動にチェック入れていただいて、ソフトシャドウをチェック外していただければと思います。でさらにカラーマネジメントからビュー変換を標準に変えていただいて、で、ルックはミディアムハイコントラストにしていただければと思います。で、ライトがちょっと強すぎる気がしますので、パワーを 50W に、私の方では変えておきたいと思います。で、そうしましたら、点キー7番でトップビューに戻っていただいて、で、Shift D でライトを複製していただきまして、右後ろから当たるようにしていただければと思います。さらに GZ キーで少し上に上げていただいて、でまた点キー7番でトップビューで見ながら Shift D で、今度は左前から当たるようにしていただければと思います。で、3つ目のライトは GZ キーで、下げていただいて、クマと同じぐらいの高さになるようにしていただければと思います。で、3つ目のライトはあまり明るくなくても大丈夫ですので、パワーを 10W あたりまでに下げておきます。で、逆に、2つ目のライトは、もうちょっと強くしておきたいので 75W あたりにしておきたいと思います。はい、ここで、まず床の方から、マテリアルを追加していきたいので床を選択していただきましたら、マテリアルプロパティから、新規でマテリアルを追加していただいて、で、ベースカラーはお好みで大丈夫ですが、私は今回は緑色系統の色にしておきたいと思います。で、スペクラーは1にしていただいて、粗さは1にしていただければと思います。はい、さらに、今度はクマに色付けしていきたいと思いますので、ボディの方を選択していただいて、で、新規ボタンからマテリアルを追加していただいて、ベースカラーは、茶色ですね。明るすぎない、暗すぎない茶色にしていただければと思います。
で、スペキュラーの値を1にしていただいて、粗さは1にしていただければと思います。はい、このマテリアルを、目と鼻以外に全て適用しておきたいと思いますので、シフトをしながら、目と鼻以外のパーツを全て選択していただければと思います。で、最後に、色追加したボディを選択していただいて、で、マテリアルプロパティのこの下矢印からマテリアルの選択物にコピーを選択してください。これでマテリアルが反映されましたので、大丈夫です。で、顔の、鼻あたりは、色変えておきたいと思いますので、顔を選択していただきましたら、タブキーで編集モードに移っていただいて、で、キーボード3番で面選択モードに移りましたら、飛び出てる部分の面を選択していただいて、で、選択していただきましたら、マテリアルプロパティのこの右上のプラスボタンからマテリアルスロットを追加していただいて、新規ボタンで新しくマテリアルを追加していただければと思います。で、割り当てをしていただきまして、色が変わったら、オブジェクトモードに戻っていただいて、で、ベースカラーを、クリーム色の、明るめの茶色にしていただければと思います。で、書いていただきましたら、スペキュラーの値を1にしていただいて、粗さを1にしていただければと思います。はい、さらに鼻ですね。鼻を選択していただいて、新規ボタンからマテリアルを追加していただいて、ベースカラーを、黒にしていただければと思います。で、スペキュラーの値は1にしていただいて、粗さは 0.2 にしていただければと思います。はい、さらに目ですね。目は白目と黒目に分けておきたいと思いますので、まず白目を設定しておきたいと思いますので、新規で新しくマテリアルを追加してください。で、ベースカラーはさらに明るい白にしていただいて、スペキュラーの値を1にしていただいて、粗さは 0.1 にしていただければと思います。で、ここで、黒目の部分を、選択してマテリアルを分けておきたいと思いますので、タブキーで編集モードに移っていただいて、で、まず、先の面を、先端の面ですね。先端の面を8つ選択していただいた状態で、コントロールプラスでこのように面の選択範囲を広げていただければと思います。で、ギリギリまでこのように選択していただきましたら、プラスボタンでマテリアルスロットを追加していただいて、で、新規ボタンからマテリアルを新しく追加していただいて、割り当てを押していただければと思います。で、今追加したマテリアルのベースカラーを黒に書いていただいて、で、粗さは 0.1 にしていただいて、スペキュラーの値を1にしていただければと思います。で、最後に耳の中も色変えておきたいと思いますので、耳を選択していただいて、で、ちょっと見づらいので、このように、モディファイアプロパティから、で、サブディビジョンサーフェスの方の編集モードのボタンをオフにしていただいて、で、面選択モードの状態から、耳の、内側を選択していただいた後、1回コントロールプラスを押していただいて、選択範囲を拡大していただければと思います。で、選択していただきましたら、マテリアルプロパティのプラスボタンでマテリアルを追加していただいて、で、新規でマテリアルは追加してください。で、割り当てをしていただいて、このように色が変わったらオブジェクトモードにしていただいて、さらにベースカラーは、ピンク系統の色にしていただければと思います。で、スペキュラーを1にしていただいて、粗さも1にしていただきましたら、マテリアルの設定は完了です。はい、そうしましたら、カメラの設定の方をしていきたいと思いますので、天気0番でカメラの視点に移っていただいて、サイドバーのビュータブから、カメラをビュー2にチェックを入れてください。はい、これでカメラを、視点移動で操作できますので、行っていただければと思います。で、アウトライナー側からカメラを選択していただいて、カメラのオブジェクトデータプロパティから、焦点距離を、歪みが少ない 100mm にしていただければと思います。で、ビューポート表示から、外枠を1にしていただいて、コンポジションガイドから、3分割中心にチェックを入れていただいて、ガイドラインを出していただければと思います。はい、そうしましたら、
ガイドラインに沿いながら、クマの方、真ん中に配置するような感じで、画角に収めていただければと思います。でカメラの設定の方終わりましたらレンダリングしていきたいと思いますので F12 キーでレンダリングを行ってください。でレンダリングの方終わりましたら、こちらの画像のメニューから名前を付けて保存でレンダリングした画像は保存できますので保存していただければと思います。はい、この動画を最後までご覧くださりありがとうございました。今回は二頭身のクマを作っていったんですけれども、あんまり動物系の動画を上げてこなかったので、これをきっかけに動物系統の動画も上げていきたいと思いましたので、同系統の動画が上がりましたらそちらも見ていただけたらと思います。はい、以上です。ありがとうございました。